ここは宇和島城天守です。前回の続き動画となります。この宇和島10万石の象徴といえる宇和島城天守は、初代宇和島藩主伊達秀宗の息子2代目の伊達宗俊によって寛文6年1666年に建てられました。江戸時代以前から残る現存12天守の一つとしてお城好きの間では知られています。天守閣はとても貴重なもので国の重要文化財に指定されています。標高74メートルの山頂に立ち、独立式双塔型で33階。白壁が美しく、別名鶴島城と言われました。天守台の石垣は、隙間なくきれいに石の形を整えた切り込みはぎ。段差のある階段を上り、まず見ていただきたいのが、妻飾りの伊達家の家紋3種類。上から供養門、宇和島笹、竹にスズメ門、縦三つ引き両門。外観は、シャチホコ、軒から破風、千鳥破風、武者窓、華魚、投げし。天守の入り口には古典風の唐破風がかけられ、開放的な造りの玄関が用いられています。屋根に見られるのは飾り瓦である桃瓦。長寿を表す亀の上に魔除けの果実と伝わる桃が乗った珍しい瓦です。靴を脱ぎ、右手に料金所があるのでお金を払って中に入ります。ちなみにこの不自然な間口の幅はお殿様がカゴから出やすい構造にしたためです。右手に百名城スタンプ。天守1階は内室があり、その周囲を武者走りで囲まれています。廊下の内側に障子戸がかけられ、生活空間のような造りの障子の間。畳敷きの名残である高い敷居。内室に入るとまず目に飛び込んでくるのが第7代伊達宗忠、第8代伊達宗成の肖像画。これは江戸時代の1860年に作られた天守ひな形。伊達政宗、伊達秀宗親子、豊臣秀吉の甲冑レプリカがあります。壁に狭間や石落としなどの戦いの備えはありません。こんな無防備な天守は珍しいです。引き戸窓の上下には格式を象徴する投げしを回しています。宇和島城は使い勝手や装飾が重視されていることから、無防備な太平の世の建築であると言われるが、実際は全ての窓の下の腰壁には鉄砲掛けがあり、腰ほどの高さに開けられた窓から直接射撃を行う設計であったと考えられています。武者窓は五角形の縦格子で外を眺めやすくしています。鉄砲や弓矢の射撃角を広く取るために五角形としています。では2階に上ります。階段の傾斜は41度と急勾配です。転落をしないように注意して登ってください。2階に上ると、正面に重本秀吉さんの水墨画、伊達政宗秀宗親子、宇和島城と宇和島三叉が見事なタッチで描かれています。あと、太鼓櫓にあった太鼓が展示してあります。2階にも武者走りがありますが、1階と比べて狭くなります。基本構造は1階と同じです。2階から3階への階段の傾斜はさらに60度と急勾配です。
3階の最上階。手すりや欄干にも丁寧な細工が見られます。江戸時代の宇和島城下町を描いた屏風が展示しています。現在の様子と見比べてみるのも面白いです。宇和島市の中心市街地が望めます。本丸を後にします。東米丸。この建物は山里倉庫城山郷土館です。弘化2年1845年三の丸に建てられた武器庫です。昭和41年に伊達家より譲渡され、城山内に移築、城山郷土館として一般公開しています。東米丸を囲む石垣と東米丸北隅櫓跡。ここには門がありました。ここは東米丸石垣の様子がよくわかります。創建当時の慶長6年頃、1601年、東堂高虎が築城したものとされる東米丸石垣は、最も高い部分が13メートルもあり、築城当時は国内最高クラスの高さでした。自然石を加工せず積み上げた野面積み。隙間に詰石を入れる工法です。反りを持たない直線的な高虎石垣の特徴がよくわかる遺構です。また三木積みが採用されている部分では、長方形の短い面を内側に入れ込む八瀬積みという技法が使われています。八瀬積みは古い技法であるため、東堂高虎の築城より古い時代の施工である可能性もあるそうです。長門丸児童公園。長門丸の名前の由来は高虎家臣の名前と言われています。現在は児童公園として整備されています。二重櫓2基、平櫓2基、多聞櫓1基がありました。長門丸石垣。長門丸の石垣は2代目伊達宗利が大改修をした際に築かれたと考えられています。では東米丸まで一度戻り、大右衛門丸へ向かいます。大右衛門丸。東堂高虎の家臣矢倉大右衛門が造成または管理した廓と考えられていて、伊達家の居城となった後もそのまま使用していました。
大右衛門丸石垣。大右衛門丸石垣は古い技法と新しい技法が混在しています。古い技法は自然石を加工せずに用いる野面積み。新しい技法は平たく加工した石を隙間なく積み上げる切り込みはぎです。この2つの技法が確立した年代から推測すると、古い石垣と新しい石垣が施工された時期は100年以上離れていると考えられます。幕末に修理された石垣が高さ15メートルもあり、城内で一番高い石垣です。式部丸。井戸を備えた廓で井戸の深さが11メートルもあります。小口や城門がなく、三条の廓であるものの櫓も認められないため、宇和島伊達家により造成された廓と考えられています。一番下まで下ってきました。ここは上り立門、宇和島城に残る現存建造物の一つで、宇和島市指定文化財になっています。城山南側の絡め手道口に位置しています。武家の正門とされる役位門形式であり、国内に現存する役位門としては最大クラスの規模を誇っています。建てられた時期については不明です。地中を分析したところ、慶長元年から6年、1596年から1601年、東堂高虎の時代に作られた可能性があり、確定できれば現存最古の城門になるのではないかと言われています。この門は宇和島城の裏口にあたる絡め手門です。この写真は明治42年頃の写真です。奥が絡め手門、手前が豊後橋、今は取り壊されてしまいました。絡め手あたりを散策しました。面影はなくなってしまっています。では最後に番外編です。宇和島伊達屋敷跡、絡め手門を出た外堀に位置していて、今は伊達博物館になっています。宇和島伊達家に関する重要なお宝を展示しています。宇和島城と合わせてここは絶対におすすめしたいです。伊達屋敷の庭園の一部、偕楽園が保存されています。続いて国の名勝である天社園。宇和島藩第7代藩主である伊達宗忠が作った池泉回遊式の大名庭園です。伊達家の家紋にちなみ、様々な種類の竹、藤棚にかかる白玉藤はこの園ならではの風景となっています。宇和島伊達家の菩提寺東覚寺。宇和島伊達家藩祖伊達秀宗公と殉死者4名のお墓があり、高台から宇和島城が眺められるところで眠っています。それでは3回にわたる宇和島城編は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。